がコムスプリングスか。遥か北には雪を抱いた山々が輝いて、噂には聞いてたけど、とっても素敵な街なのね。明るくて活気があって、穏やかな太陽の光の中をみんなが笑顔で行き交っている。あ、セレブ、ごめんね。一人でさっさと歩いちゃって。初めての街だからつい夢中になっちゃって。そうそう、温泉よね、温泉。わざわざコムスプリングスまで来たのはなんといってもそれが目的なんだから。まずは温泉っていうところを探さなきゃね。場所を知っているのかって？シャルローネさんは町の北側にあるって言ってたわよね。この辺だと思うんだけど。あ、ここかな？すいません、ここ温泉っていうところですか？あ、やっぱりそうだって。セレブ、じゃあ私ちょっと入ってくるね。あら、ごめんねセレブ。ずいぶん待たせちゃったみたいで。どうだったって？最初はお湯が濁っていたからちょっとびっくりしたかな。でも入ってみると気持ちいいの。何か体の芯から温まるっていうか、ほっとするっていうか。ただ湯船っていうの？ほら、あのお湯を溜めてるところがとっても大きくて、他の人たちも入ってたからちょっと恥ずかしかったかな。だって私ずっと一人だったから、他の人の裸を見たこともないし、人に裸を見られることもなかったわけだから、そういう意味ではシャルローネさんが言ってたもう一つのことの意味もよくわかったわ。シャルローネさんが何を言ってたかって？それはね、まだゲーバスと戦っていた頃のことらしいんだけど、シャルローネさん、このコムスプリングスの温泉にリビエラさんと一緒に入ったことがあったんだって。で、その時は当然お互いに裸を見ることになるでしょ。ところがリビエラさんって私やシャルローネさんよりはお姉さんってこともあるんでしょうけど、何かすごかったらしいの。いや、ほら、体というかプロポーションがね、シャルローネさんの言葉を借りれば、ダイナマイツっていうの？リビエラさんスタイル抜群だから、シャルローネさんじゃなくてもコンプレックス感じちゃうわよね。何を言ってるのよセレブ。私は別にそんな。ただ私も一応女の子だから、ちょっと本当にちょっとだけ気になったってだけなのよ。それよりほら、宿屋に戻るにはまだ早すぎるから、もうちょっとコムスプリングスの街を歩いてみましょう。ありえたじゃないか。あは、やっぱりアリエータだ。それにセレブも。それにしてもコムスプリングスで2人に会えるとは。一体どうしたんだい？ここの温泉が素敵だって聞いたもので、セレブと一緒に来てみたの。そうか。じゃあ楽しむための旅行ってわけだね。はい。それよりウェインこそどうしてコムスプリングスに？ちょっとした休暇が取れたんで来てみたんだ。俺もある人からここの温泉はいいって聞いたもんでね。ある人って？カーマインさんだよ。カーマインさん、昔ここの温泉にウォレスさんとよく来ていたらしいんだ。なんでもウォレスさん温泉が大好きだそうでね。それでカーマインさんも一緒にコムスプリングスに来て温泉に浸かりながらウォレスさんの傭兵時代の話とかをたくさん聞かせてもらったそうなんだ。へえ、
そうだったんですか。うん。それでウォレスさんはその後もよく温泉に浸かりに来てるって聞いたから、俺も会えればいいなーなんてほのかな期待をかけて来てみたんだ。それでお会いできたんですか？それが会えたんだよ、アリエータ。ちょうどウォレスさんも休暇中だったみたいでさ、ついさっきまで一緒にお湯に浸かりながら俺もウォレスさんの話を聞くことができたんだ。それはよかったわね。でもローランディア王国の将軍とバーンシュタイン王国のインペリアルナイトが一緒にお湯に浸かりながら楽しくお話しするなんて平和になった証拠ですね。それはさっきウォレスさんも言ってたよ。これからはこの平和を守り続けるための努力を続けていかなければいけないってね。ところでウェイン、なんだい？私たち宿屋に戻るにはまだ早すぎるから、もうちょっとコムスプリングスの街を歩いてみようってさっきセレブとも話してたんだけど、よかったらご一緒していただけます？もちろん喜んで。俺も今日は時間がたっぷりあってどうしようかと思っていたところなんだ。本当？ありがとう、ウェイン。なんでもないさ。さあ、まずはどこに行く？じゃあ北の見晴らし台へ。知らなかったわ。誰かと一緒に知らない街を歩くということがこんなに素敵なことだったなんて。さっきまで見ていた風景なのにまるで全然違う場所のように感じるわ。どうかしたのかい、アリエータ？なんでもないの。それよりあれ何かしら？あのテントかい？ああ、あれはアイスクリーム屋だね。食べてみるかい？はい。屋外で売ってる割にはいろいろな種類のアイスクリームがあるんですね。そうだね。じゃあ俺はチョコミントにしよう。アリエータは？私この干したブドウが入ってるのにしようかな。ああ、ラムレーズンだね。それでセレブは？あれ、セレブどこに行ったんだ？あれ、さっきまで後ろをついてきてたんですけど。でもまあセレブのことだから心配はいらないよね。じゃあアイスクリームは俺が持っていくから、アリエータはあっちにあるテラス席で座って待ってて。はい。日だまりの中の白いテーブルの上を爽やかな風が吹き抜けて、気持ちいいわ。やあ、お待たせ。どうもありがとう。わあ、冷たくって美味しい。湯上がりで体がほてってるから気持ちいいね。どうしたんだい？一人で笑ったりして。ねえウェイン、これってデートっていうのかしら？もしかして私後でシャルローネさんに怒られるかな？いや、最初から待ち合わせて2人でここに来たわけでもないし、偶然に会ったんだから別に怒らないと思うけど。そうですか？でもいいですよ。私怒られたって。どうしたんだ、アリエータ？なんかいつもの君らしくないぞ。じゃあウェイン、いつもの私ってどうなるんですか？何が起こってるんだ？アイスクリームを食べてからのアリエータ、なんか様子が変だぞ。はっ、まさかアリエータラムレーズンのラム酒で酔っ払ったんじゃないだろうな。ねえったらウェイン、いつもの私ってどんななんですかってば。うわあ、こりゃ大変なことになったぞ。あ、セレブ、ちょうどいいところに。違うよ、俺は何もしてないよ。アリエータは多分
アイスクリームに入っているお酒で酔っ払ってるんだ。ああ、こらセレブ、私を置き去りにしてどこに行ってたのよ。気を利かせる？何それ、どういうこと？ああ、私もたまには一人でいてもいいってこと？何よ、大丈夫です。私もう大人よ。いつもセレブに守ってもらわなくても全然大丈夫なんだから。アリエータ、アリエータ、もしかして寝ちゃったのかい？ごめんよセレブ、俺も気をつけるべきだったかな。でも今はもう少しこのままにしておいてあげようよ。そう、きっとアリエータには体だけでなく心の休息も必要なんだよ。だってベンツェルが倒されてからはずっと一人でゲーバスを封印するという過酷な宿命を背負い続けてきたんだ。だから今は思う存分この平和な時を楽しんでほしいんだ。そうだねセレブ、君の言う通りだよ。俺は約束する。自分の身を犠牲にしてこの平和をもたらしてくれたアリエータへの感謝といたわりを忘れないって。あれ、私もしかして今眠ってたんですか？うん、まあそうだね。ごめんなさい。あんまり気持ちよかったものだからついや、大丈夫だよアリエータ、そんなに気にすることないよ。でもこんな人前で寝ちゃうなんて、もしかしてウェイン、私のこと変なやつだなって思ったんじゃない？そんなことないって。むしろ俺は嬉しいくらいだよ。俺のこと信頼してくれてるんだなって感じがしてさ。そうだったらいいんだけど。うん、それより今度はあっちの川の方へ降りてみないか？綺麗な流れを見るのってすごく気持ちをリラックスさせるって聞いたことがあるからさ。え、でもウェイン、時間の方は大丈夫なの？ああ、もちろん。まだまだ時間はたっぷりあるよ。本当？うん。だから今日はこのコムスプリングスをゆっくり歩こう。はい、じゃあ行くよセレブ。おいおいアリエーター、急に駆け出すと危ないぞ。大丈夫ですよ。まだまだ時間はたっぷりあるか。そうさアリエータ、今日だけじゃなく俺たちにはまだまだ時間はたっぷりあるんだ。だから時々はこうして一緒に歩こう。ウェイン。川のほとりでアリエータが呼んでる。俺が幼かった頃にルリハコベの花が咲く草原で見たあの日の笑顔のままで。ウェインが歩いてくる。かつて私が希望を託した少年が。ありがとうウェイン。あなたはこの地に平和をもたらしてくれただけでなく、私が一人じゃないってことも教えてくれた。そして誰かと共に分かち合えば、街の景色も吹き渡る風も全てが新しく感じられるということも。だからお願いウェイン、いつもじゃなくてもいいから時々はこうして一緒に歩いて。
世界はこんなに美しいんだから。